ジャイロフローを使いまして撮影の方を行っております。画角を広く撮ることによりまして、手ブレ補正で省かれる、クロップされる部分が少なくなりますので、衝撃はですね、自転車の方が多く思うんですけれども、XTU-S2 というカメラになるんですが、はい、皆様こんにちは。本日はXTU Max Pro を使いまして、モトブログの方を行っていきたいと思います。かなり気温が低いので、相当ですね、今、太ももあたりが冷えて寒いんですけれども、もう今年はですね、そろそろ乗り納めになるのではないかと思うんですよね。さて、今回はですね、どのような撮影の内容かと言いますと、実はですね、こちら、現在、ジャイロフローを使いまして、撮影の方を行っております。というのもですね、まず、以前に XTU-S6 でだったかな、ジャイロフローの方を使った動画の方をアップしたんですけれども、ですね、動画の方を撮影した次の日だったかな、動画をアップした次の日だったかな、ジャイロフローがですね、バージョンアップいたしまして、それからですね、検証といいますか、ジャイロフローを使っての動画の方を作っておりませんでしたので、今回は Max Pro を使いまして撮影をしていこうと思います。こちらのですね、今回 Max Pro を使いました理由といたしましては、私が所有しているですね、XTU-S6 よりも、ジャイロフローのセンサーの精度が良いのか分かりませんけれども、こちらの方がしっかり効くんですよね。具体的に言うとですね、こちらは Max Pro の方で、ジャイロデータとですね、こちらの映像の方を合わせるために同期を行うんですけれども、その同期がですね、時間の範囲が狭ければ狭いほど、ジャイロデータの数値と映像の動きが合っていないということになりますので、そうすると、ジャイロデータが正確であれば、極端な話ですね、3分に1回ぐらいですね、同期の方を行うことによって、きちっと手ブレ補正の方、効くようになるんですけれども、S6 の場合はですね、かなり間隔が狭いんですよね。こちら Max Pro の方は、念のためですね、1分間に1回同期させるような状態にしておけば、まずかなりの精度で手ブレ補正の方がかかるんですけれども、S6 はちょっとそうはいかないんですよね。この辺がジャイロセンサーの精度の違いなのかなというふうに私は感じてはいますけれども、何はともあれですね、実際に精度の高いこちらのカメラの方で試してみまして、そうですね、どういうような今までのバージョンとの違いがあるのかというところが見ていければいいんですけれども、ただ内容を見るとですね、特に大きな変更というのはなかったんですよね。大きな変更といいますのは、例えば、こういったようなですね、手ブレ補正のアルゴリズムの方を変更したですとか、というようなことはなかったんですよね。どちらかと言いますと、バグフィックスが多かったので、ただですね、記載はされてはいないだけであって、実際には
どうなるでしょうね。予想では今まで通りのジャイロフローの補正であればしっかりと手ブレ補正の方は効いてくれていると、そう思っておりますけれども、どうなんでしょうね。いやー、太ももが冷たい。なんでしょうね。もう一枚何か履いてこないと、今後の撮影は厳しいかなと。撮影日はですね、11月25日になりますので、もうそろそろですね、雪の方が、降り積もってですね、原付の方の走行も厳しくなってくるのではないかなという季節になってまいりましたね。さあ、ここからはですね、道路が補修された箇所の方が少なくなってまいりますので、映像の方は今までよりも安定するのではないかなというふうに考えておりますけれども、補正だけじゃなくてですね、安定した映像の時にどんな状態で撮れるのかというところも見ていきたいですよね。ただですね、こういったような通常の撮影時よりもですね、画角の方を広く撮りたいと。画角を広く撮ることによりまして、手ブレ補正で省かれる、クロップされる部分が少なくなりますので、そうすると映像の方は、精細感が上がるわけですね。で、画質の方が良くなると。私の場合はですね、ジャイロフローを使うときには、そういう思いが強かったり、あとは状況によってですね、ジャイロフローの方を使った方がいいなと、使いたいなということもあるんですよね。今、XTU のアクションカメラの方を使っておりますけれども、GoPro シリーズもですね、こちらジャイロフローの方は使えるんですよね。もともとですね、GoPro は手ブレ補正の方がかなり強力ですから、ジャイロフローの方を使わなくてもしっかりと安定した映像の方は撮れるんですけれども、私が所有している GoPro Hero 6はですね、4K の60フレーム撮影は可能なんですけれども、ただ、そういう風に撮影をするとですね、手ブレ補正使えないんですよね。4K60 フレームでもし手ブレ補正を使おうといたしますと、現在使っているジャイロフローが非常に役に立つんですよね。価格も広く取れますし、そうすることによって画質の向上にもつながりますし、GoPro のようにですね、しっかりと手ブレ補正を効かせた映像ということも設定によっては可能ですから、自分で設定をするので自分次第ということもあるため、どちらかというとですね、敷居は高いのではないかなというソフトウェアになりますけれども、ただですね、やはりそこら辺は慣れということもありますので、何度も使っているうちにですね、このメニュー項目はこういう働きをするんだなと。じゃあこういう映像にしたいから、この数値はこのように設定しようというようなことがですね、だんだん分かってくるので、それはジャイロフローに限らずソフトウェアでしたら何でもそうだと思うんですけれども、そのためですね、今までGoPro Hero 6よりも GoPro Hero 7ブラックの方を頻繁に使ってきたんですけれども、ただですね、GoPro Hero 7ブラックがですね、壊れちゃったんですよね。そのためですね、Hero 6の方を頻繁に使っていたりするんですけれども、ただ先ほど言ったようにですね、古いものですから解像度によっては手ブレ補正が使えない設定などもあるので、そういう時にジャイロフローというのは非常に心強いソフトウェアなんですね。で、こちらの XTU シリーズのカメラのお話に戻りますけれども、こちら MAX Pro はですね、
例えばですね、原付の走行動画よりも自転車の走行動画の方が振動は大きく体などに伝わるものですから、衝撃はですね、自転車の方が大きいと思うんですけれども、こちらの XTU Max Pro はですね、普通の手ブレ補正と、あとスーパー手ブレ補正というものがあるんですけれども、スーパー手ブレ補正を使うとですね、自転車にカメラを装着してもかなりブレや揺れを軽減してくれますので、私はですね、ジャイロフローを使わなくても結構使えるカメラだなというふうに感じていったりするんですけれども、これはですね、MAX Pro に限らず XTU S6 にも同じことが言えますので、ただし結構映像がですね、ズームされて画角が狭くなるんですよね。そうすることで、先ほど言いました画質の低下ということが考えられますので、画質のことを考えて映像の方を作るということであれば、ジャイロフローは有利には働きますけれども、ただ慣れなければ、面倒くさいということと、あとは補正をしたですね、映像を一度出力しなければならないんですけれども、その映像出力をするのに時間がかかると。ですから、手間と時間がかかるので、多くの方は使わないですよね。ただ最近のジャイロフローはですね、ジャイロフロー対応のカメラではなくても、ジャイロデータの方を取得することがソフトウェアでできるようになったんですよね。そのためですね、例えば私が所有している古いカメラ、クロスツアー CT9500 進化版ですとか、そういうようなカメラでですね、ジャイロフローがかけれるようになったんですよね。クロスツアー CT9500 もですね、手ブレ補正は結構優秀な方なんですけれども、ただ、画角がですね、どうしても狭くなってしまいますので、それだけではなくてですね、もう一台、XTU のカメラありまして、XTU S2 というカメラになるんですが、特に S2 はですね、内蔵手ブレ補正使えますけれども、相当いびつな補正の仕方をいたしまして、あまり好みではないんですよね。そのためですね、S2 をもし使う状況があるといたしましたら、ジャイロフローを使うことになるんですけれども、S2 は結構トラブルの多いカメラなんですが、撮れた映像はですね、正直そんなに悪くはないんですよね。そして画角もかなり広く撮れるレンズの方を使っておりますので、ジャイロフローを使うとですね、映像の方かなり広く解像感のある映像になりますので、私の個人的な考え方といたしましては、XTU S2 にはジャイロフロー必須と考えてますね。さあ、十分にですね、ジャイロフローの新しいバージョンを検証するための動画は撮れていると思いますので、本日はこの辺で動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。